はい、こんにちは。小豆島一アニサキスにやられている漁師浜優です。で、ようやくですね、小豆島の沿岸部でもこんなでっかいね、アニサキスじゃないわアオリイカが取れるようになってきたので、それをね狙っていきたいと思います。で、以前ですね、こちらの動画でコウイカの沖漬けをやったと思うんですけど、今回は水イカを取ってね、こちら沖漬けをやっていきたいと思います。もったいないマニアさんとかがもったいないって騒ぐかもしれないんですけど、美味しく食べれたらいいんです。僕の勝ちです。はい、それじゃあまずは沖漬けのタレから作っていきましょう。レッツゴー。はい、それじゃあまずは用意するものがこちら。醤油、酒、みりん、ヘビーユーザーです。で、夏で暑くなってきたということで柚子もご用意。で、結構ね、沖漬けのタレって作るの簡単で、醤油、みりん、酒1対1対1だけでもいいし、ちょっとね改造して鍋をご用意で、酒1、これも1で、最後にこちらのヘビーユーザーを適当。よし。で、ちょっと煮立たさせます。で、完全に生姜を忘れてたので生姜もすって入れます。すりすぎ注意で、アルコールがそろそろ飛んだかなってね聞いてみて、飛んだよって言ってたらこれで終わりで、最後に柚子を入れて香りを移します。 OK。 はい、じゃあこれでタレは完成しました。で、本当はコイカの時みたいにズボーンってつけたいんですけど、水イカって長細いんですよね。だから合うやつがないので、また沖の方で袋に入れてああじゃあこうじゃしたいと思います。それじゃあ今から網を仕掛けると言いたいところなんですけど、今朝も網食った時にアオリイカがね死んじゃってたんですよね。もうめちゃくちゃ水温高いんで、だから夜中にやってもう 2,3 時間ぐらいで網上げてアオリイカをね狙っていきたいと思います。だから今日の残りの仕事は網の片付けして晩酌です。これも仕事です。人生のクオリティオブライフを上げる仕事です。それじゃあおやすみ、バイバイ。はい、おはようございます。寝坊したんで急ぎ網をやりに行きたいと思います。じゃはい、それでは港の方にやってきました。いつものように尺稼ぎの長靴、こちらを履いていって、でライフジャケットも装着。そしたらお腹周りを見ていきましょう。果たしてここ最近痩せたのか。全然痩せておりませんね。痩せないといけませんと思いつつ全然痩せれないで、僕これティゴラのスポーツバッグをカメラ入れるやつ用に買いました。前はリュックサックだったんですけど、なんか入れにくいなということで口のでかいねカバンにしました。それじゃあ船に乗り込んで、いつものようにエンジンをかけて馬力を上げて暖気運転をしていきましょう。夏だから短めでいい感じですね。もともとあったかいからエンジンとか。それじゃあポイントへ向かっていきます。なんか口にね、なんかガムでも加えてるのかっていうような感じですね。それじゃあポイントに到着しました。そしたらばこちら旗を入れて、あれはなんだっけな、日本鮮魚保険、漁船保険か、漁船保険にいただいた旗です。じゃあ網を1枚入れていきます。全部で2枚の網を入れていくんですが、どういうところに入れているかっていうと、海の中、そこに藻って言って緑の草が生えているところに入れていきます。なんでかっていうと、そこにアオリイカがねこの時期になると卵を産みに来るので、それを狙って取っていくという感じでございますね。それじゃあ2枚目の旗も入れて、頼む、かかってきてくれということで帰りましょう。それじゃあ実家の方に帰ってきました。私の可愛いマダラちゃんを見てマダラエキスを吸収です。皆さんも一緒にね吸収していただきましょういつもは効くんですよ。効かない時もあります。はい、というわけで網がやり終わって、だんだん外もね暗くなってきたので、ぼちぼち行きたいと思います。それじゃあ出発していきましょう。じゃあね、マダラちゃん、バイバイ。これをイカ入れるに使います。ピュー。はい、じゃあ夜も暗くなってきましたので、沖に行きたいと思います。なんでね夜すぐ暗くなっていくかっていうと、アオリイカがすぐ死んじゃうんですよ。もうこんだけ暑くなってきて水温も高いですから、1日置いておくと魚も腐っちゃうし、それでね晩のうちに繰りに行かないといけません。じゃあいつものようにカッパを着たまま軽トラに乗り込んで船の方に向かっていきましょう。本当はですね、長い時間やって海の中に網を入れていた方が、そりゃ魚もたくさんかかるというわけですよ。だから本当は海の中にもっとつけていたいんですけど、魚が腐ってしまうのというトレードオフな感じで、この海の真面目にかけてね、魚が一番かかる時間帯だけ
海の中に網を入れておくといった感じでございます。それじゃあポイントの方に到着したので電気をつけていこう。はい、じゃあ1枚目の網を食っていきます。果たしてアオリイカは取れているのでしょうか。緊張の一戦ですね。網を巻いていきます。で、今日はヘッドライトをつけております。夜行くときはヘッドライトがあった方が非常に便利なので、ヘッドライトをつけて海の方、1枚目カレイがやってきました。アマテガレイまだまだ超えてて美味しいです。相場も一番いいしね、今のところ。で、これメイタガレイかな。で、その後も食って、で、網が溜まってくると、めっちゃ山になっちゃうので、後ろの方にずらしていきます。それでクルーの再開です。船を動かしながら一人で食っていきます。で、こちらヒラメですね。ヒラメもようやくマシンになってきて売れるようになってきたので、取っております。この食ってる時いつだったかな、6月の末ぐらいだと思います。で、これが生きてるタイ。これがね、もう次の日の朝とか食っちゃうと間違いなく死んでるんですよ。で、1枚目の網終了しました。残念ながらアオリイカいませんでした。ただ僕ね、こっち本命じゃなくて、こっちもしかしたらいるかなって感じで、この時梅雨でめちゃくちゃ雨が降ってきてるって感じでしたね。ほんでオニオコゼとかも外して、これ石ガレイかな。普通のアマテガレイじゃないですね。多分違う、石ガレイだと思います。ここらではアマテガレイが一番高くて、石ガレイの方が安いです。で、食べ比べしたことないので味の違いはあんま分からないんですけど、で、これヒラメは小さかったので逃がしました。さっき売れるって言ったんですけど、多分痩せてたんでしょうね。その時の僕の気持ちちょっと覚えてないので分からないですけど、で、生かしていきます。これだけですよ、売れる、生かして売れる魚が。悲しいもんですね。それじゃあ、魚たちを生かして、次また何をしたのかな。電気を消して2枚目の網のところに向かっていきたいと思います。それじゃあ2枚目の網のところに到着しました。同じように電気をつけて網をね食っていきたいと思います。それじゃあ GoPro の準備もして、今回2回目でやっていくというで、またペロッと舐めたんですけど、あれはね、この綺麗な映像をお届けするために頑張ってる企業努力です。で、2枚目の網、一生懸命食っていくんですが、1匹目やってきました。こちら生後ですね。生後というか羽かな。僕らの方では生後羽鈴木って言い方するんですけど、で見てください。ほら、画面がね汚れてます。で、 GoPro って結構ね、水辺のあるとこだったらすぐこうなっちゃうんですよ。だから僕さい舐めてて、多分一網に10舐めぐらいはしてる。もっとしてるかも。で、この鈴木痩せてたのでこれは逃がします。太くなって大きくなって帰ってきてください。今飲みながら喋ってるので結構な勢いで喋れますよ。美味しい。はい、じゃあやってイカがやってきましたね。喜んでますね。めちゃくちゃでかかった。僕が今まで取ったイカの中でも1番目2番目を争うぐらいのでかさです。で、こちらの動画多分ね、サムネ出したと思うんですけど、その時サイズのイカです。だからここらの小豆島で取れる中では最大サイズ。めちゃくちゃでかい立派な生きたアオリイカ取れました。ほら、僕と比べてもかなり大きい。これを生かしていきたいと思います。今ちょっとね、映像若干混じったんですけど、編集ミスですが、一発撮りなので直せません。ご了承ください。で、見てください。めっちゃ噛まれてます。この子ね、アオリイカって口にすっげえカラスみたいなくちばしついとって、これがまた噛む力めっちゃ強くて、今手袋穴開いてますよ。指だったらね、血が出たんじゃないかなと思います。で、その後ね、大きいアオリイカの後に小さいマダイが来て、こちらのマダイは外して逃がしたいと思います。それでは引き続き食っていくんですが、かなりの雨風が吹いてて、カメラワークも大変でしたし、来るのも大変でした。そしたら2枚目の網も終了したんですが、アオリイカ来てよかったじゃん、お気づけできるじゃんって思うかもしれないんですけど、さすがにサイズのアオリイカをね、僕がお気づけにしてするっていうのはちょっともったいないなということで、すごい頭や。ちょっとね、イカが取れなかったんで、もう一番、雨降ってるんですけどやりたいと思います。濡れない豚はただの豚だ。いいよ。何言ってるか分かんないんですけど、とりあえずでかかったんでもったいないから、やめておこうということで、もう一番やって次の日の朝繰りに行きたいと思います。バイバイ。それじゃあ家の方に帰ってきました。生かしていきましょう。カゴの中に取れたやつを出してですね、
こちらを船の前に運んで一旦ね取れたやつを見ていきたいと思います。まずこれだけの量が取れました。そしてマダイも良くなってきた。で、アマテガレイと石ガレイですね。そしてウマヅラハギで、こちらヒラメ、これは良かったヒラメですね。で、これがメイタガレイ、メダカです。で、オニオコゼ、何回も出てる。それじゃあそれを水に入れて、海の中に入れて生かしておきたいと思います。で、こちらのアオリイカなんですけど、もしかしてアオリイカって本当死にやすいので、網で取れたやつだから死ぬ可能性が高いということで、閉めておくことにします。その前に記念撮影をして、これ iPhone の映像なんですけど、めちゃくちゃでかいのがわかりますね。それじゃあ閉めていきましょう。閉め方は、口の方に指入れて、なんか剣があるんですけど、ほら、白くなりました。閉まると真っ白になるんです。ほら、綺麗ですね。僕が下手で墨ちょっと出しちゃったんですけど、非常に綺麗な身に なってますね。しまった直後は真っ白です。美味しそう。で、サイズを測っておきましょう。サイズ僕1メートルあるかなと思ったんですけど、残念ながら96センチぐらいでしたね。ちゃんと測れば1メートルあったかもしれん。それじゃあ翌日です。はい、翌日の朝4時、起きて市場の準備をしていきたいと思います。タイとかを閉めて、で、血抜きとかもしっかりしてですね、他の生きたんとかは、生かして持って行って、で、閉めたやつは親父とかに持って行ってもらいたいと思います。それじゃあ、沖に向かっていきましょう。昨日の夜にやった網を繰りに行きます。さあ、果たして魚はかかっているのでしょうか。もうこれで言うたら3枚目ですからね、3度目の正直といったところです。昨日の2枚を1回とするならば2度目の正直ですね。で、いつものようにこちら厄介者の赤エイが来て、大変だなということで網を上げていきたいと思います。その後はタコとか、ボラとかまたエイとか来てたんですけど、残念ながら1時間後、こちらですね、大量のエイが来てて、もう外すの大変だと思った顔です。ほんと1時間ぐらい、1時間言い過ぎだけど30分ぐらい外すにかかって、でこれ売れないんですよね。美味しいのは分かってるんですよ。はい、じゃあ帰ってきました。いや全然ねいなかった。もう赤いばっかりで、ほんまですよ。もうはい、じゃあね3度目の正直というわけで、また僕網を仕掛けてたんで、それを繰りに行きたいと思います。果たしてどうなのか。で、小さなマダイが来ました。こちら逃がしていきます。で、僕言ったと思うんですけど、ほら海の底藻が生えてるでしょ。ここに卵を産みに来るんですよ、アオリイカが。さあ、そうやってぼーっと食っていると、僕は編集してるんで分かってるんですけど、この後ね、見ててください。ノーカットでいきます。ノーカットはしますけど来たやった嬉しい。エクスクス。ここからちょっと食いますよ、嬉しくて。やっためっちゃ入ってる。なんで吐くの。なんでそんな吐くの。気持ち悪い。いいよ、君最高だよ。ありがとう。ロックが入ったままだ。今クラッチが入ったままだったんですね。船が勝手に動いちゃう。何しよう。ちょっと頑張ってきたのでちょっと興奮しちゃいました。やった。ちょうどいい。手頃。やった3度目ということで、ちょうどいいアオリイカが来たので、もう非常にテンション上がってしまって、お見苦しいところを見せてしまいました。で全然ね持ってきたやつ大きさ足らなくて、これでもね十分大きいです。70センチぐらいある多分。でそれを袋に入れて、その中に作った2回目なんですけどね、このつゆ2回作った。でそれをまた入れて、でしっかり袋の口を閉じて、でこれでアオリイカの沖漬けは完成ですね。もう楽しみ。ただこれね、アオリイカってアニサキスの危険性があるので、僕しっかりこの後冷凍したいと思います。2日つけて2日3日冷凍しようかなっていう感じですね。それじゃあ持って帰ります。
はい、ただいまというわけで帰ってきました。まあ全然日は違うんですけど、あれからですね、水イカを2日漬け込んで1週間ぐらい冷凍してました。加熱していきましょう。ちょっとまだ完全に解凍しきれてないので心配ですけど、いや見た感じなんか良さげに使ってますよ。これほら、おー、すげえいい色。しっかりとね使ってる様子が見受けられます。ほら、使ってキュッキュッキュッてやがる。でしっかり使ってるんで、ちょっと表面洗い流します。まあ洗い流すって言ってこそっと解凍してるんですけど、ほとんどできてる。これのがぬめりはねしっかり取れます。タコもそう。はい、じゃあ OK。 よしよし。はい、じゃあもう一度しっかりと見ていきましょう。こんな感じでね、触覚から顔、足、頭、目、胴体、全てきれいに使っている様子が見受けられます。お腹の中は後のお楽しみ。これ中もしっかり使ってるね。じゃあ今日はこの素敵なオリイカの沖漬けを使って刺身と寿司でも作ろうかなと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。小豆島の漁師 YouTuber 浜ゆいのサワラが大好評発売中。厳選されたサワラのみを使用し、衛生管理抜群の加工場で丁寧に焼き上げ、しっかりと梱包。さっと切り分け器に盛ったら、やードーン。大量の薬味を乗せ盛りにしてポン酢をぶっかけたらサワラの森の完成。一口食べれば思わず焦点。ギフトにもいかがでしょうか。それじゃあまずコルセットバットをして、アオリイカを開いていきましょう。まず返して、で逆さ包丁でここからスーッと、入れていきます。そうよいしょ。なクパーッとでこんな感じ。ほんで頭持ってパル。はい、取れた。まだシャーベットったんで炭もねシャーベットの状態になってます。すげえ。おお、炭ってシャーベットになるとこんななるんですね。文字が書ける。はまゆのはで、この子は一旦ボウルに移しとって OK で、ここまで大きいとエラも大きいですね。エラも取ります。多分エラもよう使っておるわ。はい、甲羅もピリピリピリっと。でこんな感じで、こんな感じで綺麗な甲羅が入ってます。コウイカのね甲羅より全然柔らかいんですよ。裂けるし。次どうしよう。まあ、次どうしようかと悩む間にちょっと米を炊いておきます。じゃあ次エンペラを取っていきます。もう適当に、ここらから指を突っ込んで、でこう取っていきます。でかいから強いなパワーが。こういってで引っ張がす。おお気持ちいい。よいしょ。オッケー。でかい。エンペラだけでめちゃくちゃでかい。これも避けとく。じゃあ次縁を揃えるように切ります。オッケー。じゃあ次は真ん中を切る。シュッと。オッケー。で残った皮はキッチンペーパーとかで取れるとこは取ります。取れるやつ。気にならない人はね適当で大丈夫ですよ。僕もそんな気にならない。なんかこうやって見るとここらはよく使ってるけど、こっちはね微妙だな。半面はついてる。そして薄皮取るのがめっちゃめんどくさいと。これが一番嫌いだな、イカで。はい、じゃあもう大体のね薄皮は取れたことにしましょう。正直わかんない見えないもん。 OK。 じゃあ次エンペラを処理していきます。どうだったかな。とりあえずこれも真ん中で切りましょうか。真ん中で切って、エンペラめっちゃよく使ってます。 OK。 じゃあ次反対は無理か。あったちょっと反対は難儀しそうですね。なんかここに硬いものがあるんで、これは物理で取ります。よし OK。 わこれは硬くてちょっと食べれない。で残りの皮は薄皮だ。むける。おお。はい、じゃあある程度皮が多分むけました。むけた。じゃあこれ寿司ネタ用にちょっと取っておいて、よしこれで下準備は OK。 はい、じゃあもう一度身をやっていきます。取り出してで指4本ぐらいで、切っていきます。まあ大体です。よしで切れ込み入れて甘さを出していきます。まあでも何日も寝かしてるやつだからそんな変わらんと思うけどね。気持ちです。OK。こうしてこう切れ目入れたからこう切っていく。細くちょっとね包丁が太いんでついてくるな。
ちょっと勉強不足でほんまにこの方向ちょっと合ってるか忘れたんで、また教えてください、合ってなかったら。でこのエンペラも同じように、長細く、ちょっと太いんですけど切っていきます。むずっ、イカする人シャーっていくのすごいっすよね。よし OK。 はい、じゃあお皿用意して、でまず端にドカッとアオリイカの頭を置きます。ちょっとおしゃれな感じに。でここにネギで木に厚みをもたらして、ここでかで大葉で、ネギもいい感じに入れとって、であとはイカをいい感じに並べていきます。これね膨らましたいんですけどね、いっつもね膨らまんのよな。で最後のイカも添えて、よいしょ。でレモンとか、おしゃれをしていきます。で完全に忘れていたエンペラ、よいしょ。で僕は食べれないんですけどミニトマトとか、よし。はい、これで浜湯特製アオリイカの沖漬け姿作り完成。ちょっと高くしてエイリアンみたいにしてみました。はい、じゃあ次アオリイカの、寿司か。で米も炊けました。でボウルに入れて、で寿司飯作ります。握り寿司にしようかなと思ったんですけど、ちょっと趣向を変えてイカ納豆巻き寿司、イカ納豆巻きかやっていきます。で酢飯ができたら、じゃあ冷蔵庫で軽く冷やしておいて、で僕が使う納豆は絶対これです。じゃん、妙和納豆。これがね僕一番好きなんですよ。味がうまい。で手も汚れないしね。で納豆を2個加えます。で大葉を刻んで、で刻み大葉で一旦混ぜる。よし OK。 でここに刻んだアオリイカですね、沖漬け大量に。でもう一度混ぜれば、はい、イカ納豆の完成。ネバネバうまそう。でこのすのこ的なやつで、来年発売予定の浜湯の焼き海苔で、海苔は裏と表があってですね、このツルツルしたのが表でこっちが裏だからこうですね。でこうかはちょっと分かんない。海苔巣に貼り付けて海苔ってできるんで、こういう線がね入っとんですけど、向きはちょっとね分かりません。これでいこう。で並べて、確かね米の半分ぐらいまでだったと思う。高松の七甲の大将もそうしてた気がする。よし。でここに納豆で、これを頑張って巻く。ほっいけたか。こんな感じやろ。で一旦広げてくるくる。よし、これでよか。で適度な大きさに切って、よいしょ。で並べます。うまそう。 OK。 はい、浜湯特製イカ納豆巻き完成。はい、それじゃ小鳥。はい、こちら浜湯特製沖漬けセット完成。海苔巻きイカ明太子じゃないわ、納豆と沖漬けです。それじゃあ食べよう。始めようか。はい、というわけでいただきまするからのゴールデンタイム。極上。はい、それじゃあ皆様乾杯。うまい。それじゃあまずは沖のイカ漬けをいただきましょう。ここら辺のよく使ってるとこですね。これなら良さそう。冷凍してるんでアニサキの心配もありません。これは活かしてますね。冷凍してるんでめちゃくちゃねっとりしてるんですけど、その反面めちゃくちゃ甘くて、でこの漬け込んだタレの味、それと柚子の香りがね本当にいい。でせっかくなんでゲソもうわ、ゲソうまっ。びっくり、これでこれエンペラですね。あ、エンペラも美味しいな。どこもなんか美味しい。じゃあ次こちら僕が期待大のイカ納豆、ちょっとだけ醤油かけていただく。果たしてこれいかに。めちゃくちゃ好きやね。庭納豆がうまいのは当然として、そこにイカのアクセントが加わって、エンペラの方も入れてるんでコリッとしててねっちょりとしてて甘みも強くなって、で柚子の香りもねそこに加わり、しそのアクセントがあって、米もで海苔もうまい。これも最高ですわ。
回転寿司だったら400円は取らないといけないですよそれぐらいうまい。身との相性も抜群ですね。さすがイカの王様ね。皆さんも試してみてはいかがでしょうか。いや最高でした。それではあとはゆるりとごちそうさまでした。はい、というわけで今回エンディングはここでねやらせていただきます。理由はちょっと腰が痛いんで疲れました。そう言っておけば大丈夫かなと思います。許してください。皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。このイカした姿料理にイカの沖漬け。まあね、前のコイカの時も切ってから漬けた方がいいよっておっしゃってくださったんですけど、まあイカの沖漬けは、こういう料理なんでこのまま生かしていただきました。いかんせんまあこんなもんでございますよ。頭のいかれた私はこれで終わりたいと思います。See you next time. Bye bye.